飽きた。飽きちゃったの。こんな小麦粉のお菓子じゃもう我慢できない。牛乳もないし、水と一緒に食べるなんて最悪よ。でも女王さん、私たちが今すぐ食べられるものはこれくらいしかないですよ。クリームが食べたい。ジャムが食べたい。柔らかく焼けたスポンジを噛みたい。食べずに捨てていた生クリームケーキの上のイチゴやブドウも嫌がらずに食べるから。ちゃんとした食べ物が食べたい。女王様、品位のない振る舞いはおやめください。時間が経つにつれてわがままがひどくなっていますね。ネルは何か持ってないの？ポケットにキャンディーとか隠してない？そんなものはありません。当然でしょ。ケーキを食べるとき、私が求めるのはケーキであって果物じゃないの。偏食すぎるっす。何を食べようと私の勝手でしょ。あれこれ入れて作る方が複雑で面倒なんだから。本質に集中することこそ真のグルメの態度なのよ。匂い？教師は犬のように匂いを嗅ぎ分ける能力があるの？あれは獣人？にゃ、妖精？あそこ！追いかけよう！もう追いかけないで。にゃに？君は妖精じゃないにゃ？君は妖精たちに捕まって逃げ出したのにゃ？さあ、これを食べて元気出すにゃ。気になるのは初めて開けた時だけにゃ。食べてみればすぐになれるにゃ。君ももしかして缶詰に反対する側にゃ？他の子たちには缶詰を食べたって言わにゃいで。他の子たちはこれをアニマル缶って呼んで嫌がるにゃ。仲間外れにされたくにゃいよ。どうにゃ？悪くないにゃ？餌として使ってるけど、味はいいにゃ。ひひ。これを使って、妖精たちが獣人を捕まえるらしいにゃ。君はそこから逃げてきたにゃ？なんでそんなに速いの？私たちより足が長いから？
モンスターに似ているからか、モンスターのように速いわね。は？何を言ってるの？私たちがどうして獣人を捕まえるわけ？たまに蜜を塗ったパンを盗んだりはするけど、獣人を捕まえたりはしないわよ。コミ。ねえ、コミ。妖精たちがあなたたちを捕まえてどうするの？もし何か盗まれたなら、殴って取り返すわよ。コミもわからにゃい。ただ、そう聞いただけにゃ。獣人は収集価値がないっす。捕まえる理由がないっす。そんな話、誰から聞いたの？反アニマル感染線。反アニマル感染線。邪悪な妖精の圧政から獣人たちの自由を勝ち取るために戦う獣人族の民族解放戦線にゃ。なんで私に聞くの？私だって初めて聞く話よ。たまに手頃な獣人のやつらをからかうことがあるけど、それが圧政なの？ねえ、何それ？うえ！何この匂い！なんだ！思ったより美味しいじゃない！この口の中に広がるコクと旨味は何だろう？初めて感じる味ね。おお！新しい！見た目はまるで倉庫に半年放置して忘れられたパン生地みたいだけど、塩辛くて食欲をそそるこの不思議な味わい。肉？これが肉なの？知らなかったから向こうです。それに今そんなことを気にするとき？お腹が減ってるのよ。なんですね。私が探検した時に見た獣人たちの肉はこんな形ではなかったですよ。コミーたちも初めて見たにゃ。つまり1ヶ月前に初めて見たんだにゃ。1ヶ月前、村に大量の箱が届いたにゃ。それから次の週にも何百箱と届いたにゃ。その次の週にもまた次も迅速、正確、定期配送にゃ。そうにゃ。定期便らしいにゃ。配送といえば、エルフたちの補給網システムのはずですが、何かおかしいですね。エルフたちが獣人たちに何かしたのでしょうか。でも、なぜ私たちが送ったと思ったの？明らかにエルフたちが送ったものでしょ？送り主に、妖精の女王、エルフィンと書いてあったにゃ。王宮の会計簿に1ヶ月前、多額の出費が記録されていましたが、まさか。違うって！それは、こんなことに使ったんじゃないから！では、何に使ったのですか、女王様？砂糖の闇市に賄賂として渡したの。こんな缶詰に私がお金を。その時は、ちょっと、いや、
かなり衝動的になっちゃって。この件は、また後でじっくりお話を聞くことにしましょう。反乱が終わったら、教会の倉庫で棍棒を探すことから始めなくてはいけませんね。とにかく、このアニマル館について獣人の誤解を解くのが良さそうです。何やら解放戦線なるものまでできていると聞きましたが、事態は深刻そうですね。まるで自分には関係ないことのようにおっしゃいますね。教師様は世界樹に選ばれた私たちの救済者ですから、こういう時にこそ先頭に立っていただかなければ。初めてのことだってば。本当に初めてのことだったの。あとは、この道を、まっすぐ行くにゃ。コミーは、ここにいるにゃ。やっぱり無理にゃ。妖精たちと一緒にいたら、コミーはきっと、いじめられるにゃ。獣人たちは、同族意識が強くて、ちょっとしたことで、社会的な摩擦を起こすにゃ。一度持ったイデオロギーは偏見みたいなもので、簡単には消えにゃい。コミーは拾った赤い本で読んだんだにゃ。セントバーナードみたいな獣人が表紙に書かれていたにゃ。コミーはもうアニマル缶を食べたことがバレて嫌われてるから、どこかに隠れたいにゃ。それはいけません。そうですよ。獣人たちの森は迷路みたいだから案内人が必要ですよ。でも、コミー怖いにゃ。また捕まったら寝ずに修行させるって言われたにゃ。誰があなたを捕まえるの？妖精たちは獣人を捕まえたりしないのに。反アニマル感染。コミにゃにゃ。どこにいるのかと思ったらここにいたのか。ずっと探してたんだよ。ベニー。奴らはなんだ？妖精？君たち、コミーに何をした？すぐにコミーを解放しろ！うるさい！妖精でも獣人でもない変な奴が口出しするな！君は何者だ？わからない。考えるのが面倒だ。私が出るわ。いくらなんでも私は女王なんだから、この程度のことは解決できるわ。コミーが話してもいい？ベニーは友達にゃ。ベニー、コミーは捕まってにゃい。妖精たちは誤解を解きたくて来たらしいにゃ。アニマル館のことは妖精たちがやったことじゃにゃいって。なんだって？それ本当？この美味しいアニマル館には何の陰謀もにゃいよ。
だから安心して食べてもいいってことにゃ。コミーはアニマル感が好きにゃ。毎日果物を摘んだり狩りをするのはめんどくさいにゃ。アニマル缶は蓋を開ければ食べられるにゃ。ベニーも一口でいいから試してみてほしいにゃ。こいつコミーをどこまで洗脳したんだ。洗脳？私たちはそんなことしてないわ。獣人族よ、わらわたちは誤解を解くために来たのだ。誤解？アニマル缶は私たちが送ったものではない。すぐに武器を下ろし、そなたたちのリーダーのもとに案内せよ。そしてその耳、そなたはクマ獣人であろう。そなたを見て思いついたことがある。エイリアスの正当な支配者として命じる。何か蜂蜜ティーのような飲み物を持ってくるのだ。氷も浮かべて。うっとうしい妖精め、何がどうしたって。長く歩いて疲れたの。蜂蜜ティーは獣人の森の特産品でしょ。ちょっとくらい分けてくれたっていいんじゃない。はあ、もう我慢ならない。反アニマル感染線の三隊長であるこのベニー様が君たちを正義の斧で断罪する。もう戻るには遅すぎます、教師様。正面衝突しか方法はありません。コミーが心配してた通りになっちゃったにゃ。コミーはもう知らにゃい。隠れるにゃ。人間、私が守るっす。麻酔や、あんたはもう動けない。少し眠くなってきた。だるいな。でもちょっと気分はいい。もう何もかもめんどくさい。昼寝でもしたい。体調が嫌がるだろうけど。でも心配はない。私は反アニマル感染線四天王の中でも最弱。他の奴らが何とかする。他の奴らがいるから私一人くらい諦めても。四天王？でも反アニマル感染線は賢い言葉を並べて私を騙そうとするつもりだろ。私が戦いを諦めたとしても私の意志は折れない。卑怯にも人質を取って数で押し切って勝つなんて。今は逃げるが後で覚獣人はもともと素早くて強い種族ですが、マヨがうまくやってくれましたね。君たち強いにゃ。ベニーは反アニマル感染線で最も力が強いにゃ。でも君たちが勝った。
んなに強い子だったの？思ったより大したことなかったような。力は強いけど、力の使い方を知らない友達にゃ。力とはもともと筋力から来るものではないから。とにかく、君たちはこれからコミーの友達にゃ。コミーもこれから一緒に戦うにゃ。コミーが道案内をするから、ついてくるにゃ。今はこの小さな獣人しか信じられる者がいないので、仕方がありません。そうですね。獣人の森では獣人の言うことに従う方がまだ安全でしょそれが、コミーは、道がわからにゃいよ。もう、どういうことなのよ！マミー、あなたが村への道案内をするって言ったんじゃない。コミーは、道を覚えているわけじゃないにゃ。慣れ親しんだ匂いを追ってるにゃ。でも、匂いがあちこちからするにゃ。アニマル缶の匂いにゃ。それは愚かな考えにゃ。村に匂いなんてないにゃ。村には配達されてきたアニマル缶がたくさん積まれていたから、その匂いを追ってたにゃ。でも、おかしいにゃ。ここらのあちこちからアニマル缶の匂いがして、どこに行けばいいのかわからにゃい。アニマル缶が獣人の村以外にも配達されたんでしょうか。アニマル缶が流通してからどれくらい経つんだろう。本当に不思議な味ね。見た目はちょっとあれだけど、悪くないわ。お腹が空いたの。パンの間に挟んで食べたらもっと美味しいのよ。サンドイッチ？コミーにも一口分けてほしいにゃ。あちこちでアニマル缶の匂いがするって言ってたから、匂いがする地面を掘ってみたら出てきたけど。いいえ、空腹リミットが解放されると発動する女王様だけの特殊スキルです。食べるのは生きるための行動でしょ。そんな顔しないでよ。本能的に動いちゃうんだもん。私にどうしろって言うの？とにかく誰かがアニマル缶を至るところに埋めたということですが、アニマル缶を廃棄するために反アニマル感染線が埋めたのでしょうか。捨てられたものならもっと食べても大丈夫ってことね。ここから匂いがするから掘ってみましょう。女王様、品位を落とすようなことはおやめください。そうね。それじゃあ、私はじっとしているから、あなたたちが掘って私に献上してちょうだい。早く！雑用は下々の者に任せるという基本的な女王の鉄則を忘れていたわ。
痛いじゃない。私、そんなに叩かれることした？あなたたち、何をしてるの？あそこに獣人が。私の秘密の倉庫をどうやって見つけたの？私だけが知ってる場所だったのに。こんなはずは。あの子は、コミーの村の友達、バターにゃ。久しぶりにゃ、バター。あなた、妖精たちと一緒に遊んでるの？他の友達が知ったらどうするつもり？コミーはそんなこと知らにゃい。これからこの子たちがコミーの友達にゃ。それはどういう意味？この子たちが勝ったら、アニマル缶を自由に食べることができるにゃ。勝つって何に勝つの？何の話？反アニマル感染線を倒せば、周りの目を気にせず、アニマル缶を食べられるにゃ。それ本当？バターも隠れてこっそり食べるのをやめて、自由に食べられるにゃ。自由に。村の中心のテラスに座ってのんびりとアニマル缶と川の水でブランチを楽しむことができるってこと？何を言ってるのかわからにゃいけど、全部うまくいくにゃ。コミーの第6次産業革命の夢も実現できるにゃ。コミー知らないにゃ。ただ拾った本で読んだにゃ。かっこいい言葉でしょ。第4次か第5次かわからないけど、数字が大きいほど強いから大きい数字で呼ぶにゃ。それじゃあこれから何をしますか？私も手伝います。アニマル缶に対する態度は獣人によって様々なようですね。好きなものもいれば嫌いなものもいる。リーダーの言葉に従順なのかと思っていましたが、新たな一面です。カツカツ。なんとか食べられそうだし、特に嫌う理由もないんじゃない？何より無料で送られてくるから。しょうがないじゃない。多くもないんだから直接がっつくしかないでしょ。これ変っす。アニマル缶の中に何か入ってるっす。ああ、それまずいやつですよ。全部のアニマル缶に入ってるわけじゃないんですけど、たまに一つか二つ混ざってますよ。噛むと苦い味がするし硬いから、私はすぐに吐き出します。確かに怪しい部分がありますね。お腹が空きすぎて、あまり噛まずに飲み込んでたから気づかなかった。食べることが大事で、噛むことは大事じゃないもの。こんなものが入ってるって分かったら、急にお腹が痛くなってきたような。村ならここから遠くないですよ。いつ
も村の仮倉庫からアニマル缶をこっそり持ち出してたので、よく知ってますよ。コミー団、出動にゃん。ひひ。今から出発するの？少し胃がもたれてるだけだから大丈夫。本当ですね。どう考えてもおかしいです。これが正常だにゃ。兵士って何？反アニマル艦戦線はメンバーは3人だけです。獣人たちはもともと少人数で集まるのが好きなので、それくらいの人数の集団を形成してるんです。それがそれほど怖がるようなことなの？そうですか？怖がらなくていいのかな？でもすごく強いにゃ。反アニマル艦戦線にゃ。すごく強いにゃ。一人の強さが獣人全体の強さに等しいにゃ。気をつけにゃきゃ。とにかくのんびりしている時間はありません。早く村に入りましょう。なんでもいいから早くして。お腹が痛い。隠れて入らにゃいと。反アニマル艦戦線に捕まったら大変にゃ。いい考えです。こっちですよ。村長の家までの道は知っています。村長の家騒がしいみたいですね。窓から入ろうとしたんですが、窓が全部閉まっています。あれルポ、あそこを見て。さっき私が言ってた妖精の侵入者だよ。そこを動くな。レニー、落ち着け。策略を立てるには興奮して突撃しちゃダメなのだ。あの時の熊の獣人です。こちらに突撃してきています。コミーが防ぐにゃ。ベニー、止まるにゃ。トミー、もう洗脳されて操られているのか？コミーは洗脳なんてされてにゃい。コミーはただ快適に生きたいだけにゃ。ベニーも実はそうでしょ。毎日蜜を盗んで蜂に刺されるのにうんざりしてにゃい。アニマル感があればそんなことしなくても満たされる生活ができるにゃ。そうだけど、私ら獣人が妖精のペットにされるのを見ているわけにはいかない。ミーはペットじゃにゃい。これは相互補完的な関係って言うにゃ。頭が変な言葉を使うな、コミ洗脳された裏切り者の言葉なんか聞くな。早く耳栓をするのだ。コミーは洗脳されてないにゃ。耳栓、
そうだ、これを使えば洗脳されない。あ、ベニーが耳を塞いだにゃ。お前たちをこれ以上一歩も踏み入らせないのだ。反アニマル感染線が獣人の森の秩序を正す偉大な瞬間が目前なのだ。ルポ？それってどういうことですか？今村長の家ではあたいら反アニマル感染線の隊長と老いて病んだ村長が序列を争っている。隊長様が勝てばアニマル感の問題を力で解決できる権力を得るのだ。そうだ、獣人の森をアニマル感で征服しようとしたお前ら妖精たちに反撃するのだ。わらばたち妖精はそんなことには興味はない。突然、女王さんの雰囲気が変わったような。ああ、それなら問題ないぞ、教師よ。お気遣いありがとう。わらわたち妖精は世界中を育て、エイリアスの秩序とバランスを守る存在。他の森の住民を支配することはわらわたちの本質に反するものだ。誤解を解いてほしい。なんすかその口調。聞くに耐えないっす。女王様、ついに本当の意識を取り戻されたのですか？妖精め、アニマル感を食べたな。そうだろう。アニマル感に入っている薬、それを飲むと一時的に気分が落ち着き、知力が高まるのだ。このルポ様はベニーが捨てたその薬を1時間ごとに摂取している。必要悪なのだ。獣人たちに害を及ぼすアニマル感はベニーが全部食べて片付ける。そして残った薬もこのルポ様が飲んで片付ける。反アニマル感染線は同族のために犠牲を惜しまないのだ。世界征服のためならあたい一人を犠牲にしてでもドーピングするのだ。ただ君たちが全部食べたいだけじゃにゃいか。コミーもアニマル感を食べるにゃ。薬の効果が女王さんが気を失っちゃった。一瞬女王様に期待しましたが、仕方がありませんね。必要な時にこの薬を飲ませることを検討しましょう。薬に慣れていない時の副作用だ。精神的に非常に疲れるのだ。さあ、では面倒な賢いやつもいなくなったし、決着をつけようか。コミーと一緒にアニマル感を独占しようとする生活型犯罪級の諸悪の根源を打ち負かせにゃ。さあ、かかってくるのだ。悔しい。撤退だ。撤退するぞ。こいつら思ったより強いじゃないか。一緒に行こう、ルポ。私たちが普通に家に入っていいでしょうか？なんだ、何事だ。押し寄せてきた妖精たちが外で暴れてるのだ。なんだって？妖精たちが。
ここまで来たのか。すでに洗脳されてペットになった獣人たちも一緒だ。洗脳された獣人たち。どういうことだね。そなたらの妄想が本当だったというのかい？来るべき時が来たな。ディアナ村長、俺はずっとこういうことが起こると警告していただろ。これでもまだ我ら反アニマル艦戦線と協力しないのか。ああ、どうしても信じられないね。妖精たちはなぜそんなことをするんだろう。村長さん。コミ？おや、バターもいるね。裏切り者ども！ティグニャ、反アニマル艦戦線の隊長、ティグだにゃ。ディアナ村長、私たち妖精はアニマル艦問題の黒幕ではありません。ああ、やはりそういうことかね。今の言葉だけで信じるのかよ。よく見ろ、このアニマル艦の箱に書かれた妖精のマークを。まあ、もちろんそうだけれど、何かおかしいね。証拠は確かなものの。あの妖精たちに従う裏切り者たちを見ろ。コミーとバターはアニマル缶が届いた時からそれを喜んで食べていた奴らだ。アニマル缶を食べるとみんなああやって奴隷になるんだ。私たちは奴隷じゃないです。奴隷？コミーは、奴隷制度は古代によくあった社会基盤システムだから、まだ国家体制を確立していない獣人のコミュニティでは、それなりに効率的ではにゃいかと思う。コミーは拾った本でそう読んだにゃ。これで全てがはっきりしただろ。これ以上妖精たちが獣人たちの森で幅を利かせるのを見過ごすわけにはいかない。隊長と呼ばれていた子が突撃してきますよ。獣人族最強の剣、ティグ様の剣を受けてみろ。魔法でしょうか。かなり厄介な獣人です。このティグ様の剣風を侮るな。魔法のような弱っちい技ではない。コミーが言った通りにゃ。反アニマル艦戦線はめちゃくちゃ強いって。さすがは隊長なのだ。あたいらが一緒なら百戦百勝なのだ。一人でやったんじゃないの？精神的サポートがどれほど重要かわからないなら黙っててほしいのだ、ベニー。ここで決着をつけよう。これで俺は獣人の英雄になるんだ。危ないですよ。卑怯な奴らめ、こんな小細工を使うとは。妖精たちが逃げたよ。勝ったんだ。隊長、このまま妖精王国に侵攻するのだ。妖精王国に侵攻しようだなんて、そなたらは正気かね。まずは落ち着いてみんなで話し合いを。あと少し遅れてたら大変なことになってましたよ。これからどうします？ティグという子、私たちがどうにかできる相手じゃないみたいですよ。
もっと多くの爆弾を使えば、きれいに片付けることができるかも。私も何も思いつきませんね。女王様はどちらに？置いてきたっす。はい？村長の家の前でぐったりしてたっす。みんながスルーしてたので、放っておくつもりなんだと思ったっす。価値のないものがそういう扱いになるのは当然っす。これはいけません！私の不注意です！どんなに無能であっても、女王様は私が気にかけておくべきでした。女王さんは獣人たちに捕まったんでしょうか。でも、ティグを倒せなければ助けられませんよ。はい。村長は老いて弱ってるにゃ。私たち獣人は強いものに従うのが法です。だからティグは村長の家に居座って自分の力を見せつけようとしているんです。女王様も囚われてしまって、獣人たちのリーダーが交代すれば、妖精王国はそのまま滅びます。獣人たちに王国が滅ぼされることはないでしょうが、教師様には動機を与えなければ。教師様、私たちは一体どうすればよいのでしょうか。そうですよ。教師様を信じて従います。イライラする。このまま進行しちまおうぜ。こらティグ、まだはっきりと決まったわけでもないのに突っ走るんじゃないよ。村長も見ただろ。証拠も揃ってるじゃないか。ティグ、ちょっと落ち着きなさい。頑固者とは話が通じないな。ティグ、言い争いしてティグが行っちゃいました。女王様の姿が見えませんね。村長の家に囚われているかもしれません。本気に近づかないでおくれ。妖精でも獣人でもないものが何を。ディアナ村長、この方は妖精たちを救う教師様です。今は女王様がいないので、私たち妖精の代表と捉えてください。妖精の司祭長さんがそうおっしゃるなら、でもアニマル館の箱のマークは明らかに妖精たちのものですよね。アニマル缶には変な薬も入っているし、一体何がどうなっているんでしょう。私が知っている事実とは少し違うようですね。私の家の前で昼寝をしていた妖精の女王様は、お目覚めになるとアニマル缶は全部自分のものだと叫んでいましたよ。女王様がですか？不思議ですね。皆さんの反応を見ると、
本気で驚いているようで混乱しますよ。私の家に行きましょうかね。ティグたちもすぐには戻ってこないから安全でしょう。女王様は私がここで安全に。女王さんが倒れています。私は何もしていませんよ。こんなはずが。この空き缶は何でしょうか？アニマル缶？アニマル缶の箱が全部空っぽにゃ。ディアナ、女王様が。あの時みたいにまた雰囲気が変わりました。わらは妖精王国の女王エルフィンは隣人をそのように扱うことはありません。妖精の女王様？わらわたち妖精は世界樹を育てる運命に生まれました。その周囲を超える領域を支配するつもりも征服するつもりもありません。この騒ぎは妖精ではない他の者がわらわたちの関係を悪化させようと企んだものに違いありません。知力が急に上昇した口調は。しかし明らかな証拠ではありませんか。その箱のマークは。わらわたち妖精は焼きたてのパンをすぐに食べる種族。このようなブリキ缶に長期保管する食べ物は作らない種族です。ジャムやチーズみたいなものって長期保管するんじゃないかな。どうやら薬で向上できる知力にも限界があるようですね。この粗悪なマークを見てください。ディアナ、このマークまるで上から貼られたようではありませんか？上から貼られたというのは？なんとまあ。エルフの町モナティアムの市長のマークということはエルフたちが仕組んだということでしょうか。一見する限りではそう見えますね。わらわにも詳細は分かりかねますが、とりあえず女王さんが気絶した。薬の効果が頭が痛い。とりあえずの続きは何と言おうとされたんでしょう。急いでください。女王様の知力を延長しなければなりません。アニマル缶をもっと食べさせましょう。できるだけたくさん食べさせて一生懸命でいさせなければなりません。アニマル缶はもうありませんよ。次の定期便を待たなくては。これほど悲しいことがあるでしょうか。薬の効果だけでこんなに賢くなれる方だと今になってわかるなんて。教師様、今は道徳的に正しいか間違っているかを議論する時ではありません。ええ、そうですね。長い間エルフたちと我々獣人には摩擦がありましたが、裏でこんなことを企んでいたとは私も知りませんでした。ディアナ村長、なんでこんなに家の中が騒々しい？ティグ！お前ら妖精たちが村長を洗脳してやがる！さすが予想通りなのだ。
ダーを先に落とそうとする敵の戦ティグ、少し話を聞きなさい。ここ、アニマル館の箱のマークを見てごらん。エルフ？そうですよ。妖精たちの仕業ではないと分かったでしょう。だから落ち着いて。洗脳されてるんだ。卑劣な手段だ。耐えられない。脳波を操作してマークをエルフのものに見せかけるとはなかなかやるな。そんなことはしていません。妖精たちは魔法を巧みに使うことが知られている。魔法であれば十分可能だ。魔法反射用のアルミホイルを頭に巻いておくべきだった。アルミホイルに魔法反射機能なんてないから。俺の視界は欺かれているが、牽制である俺の堅固な精神力は崩れない。邪悪なお前ら妖精から村長を救い出し、俺の名のもとに獣人を統一して戦争を起こすぞ。目を覚ましなさい、この子ったら。勉強をほったらかして剣の腕ばかり磨いているから常識がないのかね。常識はエイリアスの支配者になる俺が作っていけばいいのだ。歴史は勝者の日記だ。この子は本当に。ディアナ村長、どうしても妖精を助けるというなら俺は止めない。洗脳されたということはすなわち弱者ということだからな。今この森は獣人の若市反アニマル感染線のものだ。レポベニー、我々が待ち望んでいた権力交代タイムだ。ディアナ村長、私たちもお手伝いします。ありがとうございます。こんなものか。妖精王国の制服は思ったよりも簡単そうだな。ティグのやつ、伊達に修行ばかりしていたわけじゃないらしい。存外強くなっているね。勝てない。このままじゃ終わりだよ。おい、そこのお前、何を企んでいる？変なおもちゃで遊んでいるな。エルフたちが使う道具に似ているが。教主が必殺技を使った。壊れていたはずでは。自信が足りなくて機能していなかったのですか？耳が痛い。なんて大きな音だ。誰かが俺に怒鳴っているみたいだ。声が大きすぎる。やめろ。俺が悪かった。隊長、大丈夫ですか？隊長の様子がおかしいのだ。こいつら何をしたのだ？どうしたんだろう。大きな音がしたくらいで慌てる隊長じゃないのに。俺の負けだ。降参だ、降参。やめてくれ。俺の頭の中から出ていけ。隊長、降参だって？今回は全て完璧だと思っていたのに。仕方ないな。結局こうなったか。何ですか？
何をしようとなさっているのです？もう終わったから夕飯にしましょうよ。村長さんと戦うのは嫌だったんだ。ちょうどよかったはい、戦争ごっこが終わったので家に帰って休みます。あれ？違うんですか？いつもティグとルポと私はこんな感じで遊んでるんですが。そうだ、遊びだったんですよ、村長さん。もう遊びは終わりにするので家に帰ります。ルポ、またティグとベニーを騙して先導していたのかい？お問いは知りませんよアニマルカン、全部コミーのものだったのに。コミーはすべてが虚しいにゃ。妖精の女王はもうブラックリスト入りにゃ。ディアナ村長、騒ぎは落ち着いたようですので、私たちがここへ来た理由についてお話しさせてください。私はもうアニマル感があるから助けはいらないと思うな。ディアナの家で食べて寝る亡命政府を樹立すればいいんじゃない？なんて賢い考えなんでしょう。女王のいるところがすなわち私の王国なんだから。反乱軍？妖精王国で反乱が起きたのですか？それは本当ですか？はい、お恥ずかしながら事実です。はい、そうです。獣人の森で起こったアニマル間の問題もエルフ絡みだとしたら、何か関連があるのでしょうか？今エルフたちは妖精たちにも同じようなことをしたってことか？これは妖精たちも同じような目に遭わされたなら本当にエルフたちのせいに違いない。なんだと？これから妖精とティグは友であり同盟なんだ。俺に文句を言うのはバカだぞ、この小心者め。ルポ、ベニー、俺についてこい。エルフを叩くぞ。今この瞬間から反アニマル艦戦線の敵はエルフだ。家でご飯を食べるつもりだったのに。遊ぶ時間の延長はちょっと面倒だな。今日の夕食はモナティアムで食べるんだ。略語だ。略語タイムなのだ。略奪者コースって言ってたまにモナティアムに侵入して自販機を荒らす遊びなんです。略奪だ、略奪。ティグは私でも止めるのが難しいですからね。何せ自分勝手なので、性格を根本から変えさせるのは簡単じゃありませんしね。とりあえずエルフたちを訪ねて話をしてみるのがいいかもしれません。獣人の森で起こったアニマル間の問題と妖精王国の問題のどちらにも関わっているようですから。妖精たちにですか？ですがアニマル缶はもうありませんし、パンでなければ妖精たちは食べないのではありませんか？果物なら倉庫に備蓄があります。
それで大丈夫でしょうかね。お隣さん同士、助け合うのが生きる道ですから、私が自ら届けましょう。ありがとう、ディアナ。いえいえ、ティグがあれ以上暴れないように、皆さんが止めてくださったことの方がありがたいですよ。でなければ、獣人コミュニティに大きな混乱が起こりかねなかったのでね。では、マリーさん。ディアナ村長と一緒に王国へ行っていただけますか？私ですか？ディアナ村長と獣人たちがいきなり現れて食料を分け与えると言っても、怪しむ者もいるでしょうから、妖精もついていった方がいいと思います。わかりました。女王さんからの支援要請があって来ていただいたこともしっかり伝えます。イヤス。私のコレクションを管理しなければならないっす。先に戻ってみんながいい知らせを持ち帰ってくるのを待ってますね。